どうもどうもです。というわけで、セカンドチャンネル2本目の映像です。今日もたまたまちょっと用事があって、車で出てるんですけど、少し隙間時間があったので、こうやってまた車内からお届けします。で、1本目の動画を公開して、ありがたいことにちょくちょくコメントをいただいて、そこで結構多かったのが、技について教えてください。ウィーリーであったり、ノーズフェイキーであったり、いろんな技に対する How to を出してくださいみたいな、コメントがいくつかあって、で、それもいずれできたらなとは思うんですけど、それらの How to、出す前に、じゃあそもそもに練習の仕方というか、僕の練習に対する考え方みたいなところを今日は少しお話ししたいなと思います。僕が今自転車ずっと乗るにあたって、大事にしてることっていうのが3つあって、まず1つ目、上手い人と乗るってこと。これよう言われることなんですけど、僕はなんか自転車に限ったことではないと思ってて、要は刺激が大事なんですよね。で、もちろんこの自転車業界で自分より上手い人とかリスペクトする人と一緒に乗れるに越したことはないんですけど、なかなかそういう環境にいる人も少ないとは思うんですよね、実際。で、僕自身も自転車始めた時は全然周りにライダーがおらんくて、ほぼ一人で乗ってたんで、なかなかそういう環境を作るのは難しいんですけど、とはいえ僕は自転車に限ったことではないと思ってて、例えば、僕最近自転車ライダーとも乗るんですけど、結構パルクールの友達と一緒に練習したりします。で、彼らって基本的には、自転車なしのトライアルみたいな感じで、ちょっとわかりづらいな。要は、同じように障害物を乗り越えていくみたいなところを一つのアイデンティティとしてるんですけど、同じフィールドで遊べるし、しかも自転車ではちょっと思いつかんようなラインとか技とか、そこをそういくみたいなことをかましてくるので、すげえ僕は刺激的で、結構インスパイアされてそこから新しい技であったり、なんかラインが見えたりとか、すげえ、楽しいですね、やっぱりやってて。実際そうしてどんどん刺激を得ることで自転車自身も上手くなっていくので、できる限りそうやって常に刺激がある人と一緒に乗るっていうのが大事です。これ勘違いしてほしくないのは、別に僕自身は自分より上手い人としか乗らんのかって言われると全くそういう話ではなくて、僕は別に上手かろうが下手かろうが、もう自転車関係なかろうが、楽しければ全然一緒に乗ります。乗りたいです。なんで、とはいえスピードアップするには上手い人と乗るのが一つキーになってくるかなと思います。で、二つ目。二つ目は、映像を撮るってことですね。これは、いろんないい効果があって、もちろん映像を撮ることで、自分のフォームをチェックして、思ったより自分って足曲がってないなとか、伸びきれてないなみたいな、自分では自分の体把握できてないことがほとんどなので、そういう確認にもなるんですけど、僕はもう一ついい点があると思ってて、それはやっぱり映像を撮ってると、仮に一人で練習してたとしても、なんかちょっと攻めちゃいません？なんかちょっとかっけえ映像残したいなとか、ちょっとすごい映像残したいな、これちょっと後でインスタ上げれたらおもろいなみたいな感じで、誰かに見られてるといつもより110% ぐらいの力って結構出る時あるんですよね。なんでそのフォームチェックだけじゃなくて、この自分を奮い立たせて、ちょっとやばいトリック、怪我したら嫌やな、でもこれ撮ってたらもしかしてすごい映像、もしくはおもろいクラッシュ映像撮れそうやなみたいなところがあると、ちょっとみんな多分攻めれると思うんで、そういう意味でも映像に撮っておくっていうのは、すごく効果的かなと思ってます。実際ファビオとかダニーとかも、YouTube でいろんな面白いかっこいい映像を出してると思うんですけど、あれって何よりもすごい効果的な練習で、僕自身もこうやって今 YouTube でちょくちょく映像を上げてるんですけど、
あの映像を作るときって、一つのトリックに対して、もう、100回、200回、1日、2日、3日トライして、1回だけ決まるようなトリックばっかりをやっぱみんな集めるんですよね。一つの映像に。で、その過程で、やっぱり死ぬほどトライして、死ぬほど練習して、それでその1回を掴み取るので、映像作品を作るっていうのは、実はすごい効果的な練習で、あれほど集中して、そのトリックにフォーカスできることはないなと思ってます。で、逆に言うと、それぐらいすごいトリックするんやったら、映像撮っとかな、もったいないなと思いますね。俺やったら、映像撮ってないんやったら、やらへんっていうぐらい、モチベーションになってます。はい。なんで二つ目は、映像を撮る。そして三つ目は、できるまでやるっていう。まあ、これにつきますよね、結局。でこれって今技術的な話というよりはどちらかというとメンタル的な話で、やっぱり逃げ癖がついちゃうと、どうしてもね、まあ、いっか今日はとか、まあ明日やろっかとか、それ自転車にまあ限らず生活でも何でもそうやと思うんですけど、その癖が一度ついちゃうとなかなか払拭できないので、その癖がついちゃう前にもうやりきるって決めて、もう夕方日が暮れようがお腹すこうが、まあもちろんあんまりやりすぎると怪我のリスクも高まるんで、ある程度で見切りはつけないといけない場合もあるんですけど、基本的にはやるまでやって、もうそれでやりきった後に食う晩飯、それを楽しみに俺はいつも頑張ってます。なので、だいたい多分やってるとお腹減ってしんどくなってくると思うんですけど、これ頑張ったら今日はこの飯食おうって食いながらやるんが一番モチベーション上がります。これおすすめです。はい。というわけで今日はまあ僕が練習の上で大事にしてる3つのことを話したんですけど、まあこの3つをどんな技でもどんな練習でも一つ大事に意識しながらやってもらえると、より効果的にレベルアップできるんではないかなと思います。まだ何か聞きたいこと、話してほしいことがあればコメント欄にください。ほな。